こんにちは、笠尾です。感じてわかる絵画と絵本の絵の深読み教室を始めていきたいと思います。ここのところシリーズでですね、絵本を使って親子で語り合おうと。で、その時に鍵になるのは絵をよく読むってことなんですね。普通に読み聞かせで字を読んでいってこの物語ってどうなるかなみたいなお話ってよくされると思うんですよね。語り合うっていうこともあるかもしれない。ですけど、絵を使って絵のところっていうのをいっぱい語ってるわけですよね。絵は感じるものだ。もちろんそうなんですけど、感じるだけではなくて伝えてる情報もたくさんあるわけです。そのことも合わせてお話ししながら絵本の絵を見て親子で語り合う。そうすると絵も読めるようになる。美術館に行ってですね、名画を見るのも楽しくなるはずなんですよ。ですからまず絵本で、今回はねこれちょっと使うんですよね。これ使うんですけども、ちょっと先にこれ紹介しちゃおうかな。木になろう、語り合い支え合う、こういう本で、マリア・ジャン・フェラーリさんが文章を書いてまして、フェリシタ・サラさんが絵を描いていると。で、久山太一さんが訳されてまして、評論者さんから出ている絵本です。これね、まず絵見るじゃないですか。そうすると、こんなぐにゃぐにゃと、こんなぐにゃぐにゃと、で木になろうですから、なってみよう。コミュニケーション、いろんなコミュニケーション、こんな木、こんな木、いろいろできますよね。そういう木を自分の体で表してみると、木の気持ちもわかるかもしれない。で、この木、こんなでかい木、支えているのは根っこですよね。今度は根っこの方に気持ちがいくじゃないですか。根はどうやって生えてんだ、根はどうやって生えてんだ、しっかり立つにはどうしたらいいんだ、こんな木を支える根っこはどうなんだ、なりますね。で、地面の下は見えないですよね。見えないその根っこっていうのは他の木、この木があったらこっちの木とコミュニケーション根っこの下でやっている、それは結構分かってきてますよね。で、そういう地下の下でのコミュニケーション、人間だっていろんなコミュニケーションの方法がありますよね。木にもいろんな方法があると。よく言われるのは、葉っぱがこっち側で害虫が来たらこっち側の木に、まだ来てない方の木に何か知らせると。そういうようなコミュニケーションもできているっていう話もありますよね。そういうことでですね、こういう自然の中とこういう森の中でのこの自然語の絵ですね、これとの組み合わせによっていろんなことが見えてきます。ですからこの木ですね、一本一本の木がこの本の中にはですね、いろんな木が出てくるんですよ。もう背骨はしっかり人間とこれ比較してるわけだからね、これ、木になろうなので、自分が木になって今こうやってましたけど、木の幹はどういう意味がある、葉っぱはどういう意味がある、枝はどういう意味がある、根っこはどういう意味があるみたいなのを自分の体で考えていく。そうすると木の種類もいろいろある。で、木の種類がいろいろあるのは何でだろうかみたいなことも見えてきますよね。それいろんなこと考えられるじゃないですか。で、そういうネタの本としてものすごいいい本なんですね。で、これ一本一本の木だけではなくて、さっきコミュニケーションの話をしましたが、同じ木同士だけではなく違う木同士もコミュニケーションしているはずだと。で、そういういろんなことを考えていくと森のことも分かるし、森も大事にしなきゃいけないなとか考えてきますよね。そういうことを皆さんと話し合っていただければいいなと思います。今後ですね、こういう自然と絵本、これどちらもですね、見た目から何かを感じてそれを体の中に取り込んでいくっていう意味では非常に似てると思うんですよね。で、コミュニケーションもしやすい、ですので、できればこういう自然の中で皆さんに絵本を紹介しながら、良さを見てもらい、コミュニケーションどうできるのか、これはね、もう年齢関係ないですね。私は絵の深読みをするっていうところで、絵を読むというところだけに絞ると大人じゃないとできないですけど、絵を感じてそれを自分の体で表してみたり、大人とコミュニケーションしていくっていうことのためには絵はとっても役立つですね。ですのでこの2つしっかりと絵そのものを読んで、その意味を理解し、絵本として深く読んでいく。私もですね、絵本読むのに一冊読むのに1日かかっちゃうこともあるんですよ。それだけ絵って読みにくいんです。ですので皆さんがそれはなかなかそこまで時間かけられないじゃないですか。絵本の深読みに関しての話というのは、皆さんと Zoom でもやりますし、いろんなところの会場とかでもやらせていただいております。で、そういう深く読んでいく、もうぐっと深く読んでいくっていうそのやり方と、もう一つそこから広げていくですね。得たものを広げていく。で、そこを使ってですね、子どもさんと一緒に何かコミュニケーションできるっていうようなことのために絵本が使えると。だから絵本一冊買ったらですね、いい絵本ならですよ、いい絵本、特に絵がいい絵本だったら、これはね、ものすごい価値あると思います。
というわけでこれからはこういうのシリーズですね、もうちょっとパワーを上げてやっていきたいと思っております。面白いと思っていただけるようでしたらチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。では。